一度に何かを解決しようってことはね、大体うまくいかないですね。一つずつ解決するしかないんですよね。で、たまたまですね、昨日ある受講者がですね、自分のですね、作品がダウンロード同人が数万円稼げるレベルになりましたと。副収入がすごい嬉しいと。自分がゼロから稼ぎ出したこの喜びっていうのは、格別ですねみたいな話をしていて、アニメ視力10個を通して画力が向上したのは良かったんじゃないかなみたいな話をしてくれましたね。多分その人もね、まず上手くなるっていうステップがあって、でそれで次にじゃあ絵を売ろうかっていうステップになってるわけですよね。これね、面白いことに相互作用なんですよ。売れるとやる気が出ていっぱい描くようになるんですよ。こうやりがいを感じられるじゃないですか。お金がもらえるのはすごい大きいことです。やっぱりそれでさ、タブレットが買えるとか、ちょっとしたね物が買えるってやっぱすごいでかいし、生活に余裕も出ますよね。だから実はもっと描くようになるんですよ。そうすると上手くなるでしょ。そうするとまた売れるようになるんですよっていうですね、プラスの好循環に入れたらすごくいいんですよね。なんだけれど人はこれをですね、なんか同時にやろうとするんですね。で、大体ですね、人の悩みって超シンプルなんですよ。解決可能なことと解決不能なことを混ぜて同時に解決しようとする。将来絵でマネタイズしたいんですけど、上手くなりたいんですけど、昔絵が下手だって家族とか友達に言われたんですけど、私不健康なんですけど、今まで何やってもうまくいかなかったんですけど、どうしたらいいですかみたいな。ちょっと待って、今いくつかのファクターですね、要素を混ぜて、無理同時に解決無理。こういうふうにですね、本人は結構真面目にね、多分悩みをね打ち明けてくれてると思うんですけど、まず解決可能なことと不能なことがあります。まず過去の思い出は、どうにでもね割と改ざんできるんですよ。昔いじめられた、だから今卑屈になった。昔いじめられた、だからそいつらを見返そうとして頑張ってる。これ何とでも言えるんで、過去って、いくらでも改ざんが可能です。じゃあ年齢は若くなりません、はっきり言って。じゃあ画力はって言ったらですね、練習すれば上手くなる。じゃあ売れるためにはですね、自分がどんだけ好きでもダメで、ニーズに合ったことしなきゃ、ダメなんですよ。世の中で売れてるもの作んないと売れないんですよ。さっきの方は、簡単に言ったらエロのダウンロード系ですね。だそのジャンルにフィットしてる。じゃあ僕がですね、エロダウンロードとやりゃいいじゃないですかってね。いや、僕はそんなにそこまでやりたいと思わないので、そっちに力を入れるぐらいだったら、今僕が本業でやってる教育の方にもっと力入れた方が、僕としても多分ね、マネタイズできると思うんですよね。っていう風にその人で向き不向きがある。みんななんか稼いでる人ってのはエロのイメージありますけど、いやそれはちょっと自分は嫌だなっていうんだったら別の方法でニーズのあることをするね。うまいからって売れるわけじゃないんですよ。別にある程度の画力がついて、なおかつニーズがあるところにその画力を活用しないと基本的に売れないんですよ。だってね、上手い人順で売れてるわけでもないんですよ。だからニーズのあるところで、売れてるので、じゃあ自分の画力を何に転化っていうのかな、マネタイズしようかなって思った時は違うだろうし、そもそも上手くなる必要も売る必要もない。自分は絵を楽しく描ければいいんだっていうスタンスでも全然いいんです。もう楽しく描けることを最大目標にして、別にそういうにですね、人になんか絵売るとかね、人に評価もらうとかめんどくさいよっていうような距離感で付き合う、全然いいです。もう趣味ですもんそれね。なので難しいんですけど、やっぱり優先順位をはっきりさせることが結構一番大事じゃないかなと思います。優先順位っていうのは、まずは例えば絵を描くのがね好きになるってことが結構重要じゃないですかね。じゃないといっぱいたくさん絵描かないし、そうしないとうまくもなんないし、ある程度のクオリティが担保されてないと皆さん商品として買わないと思うんですよね。っていうような、ステップがあると思うんですよ。なんでいきなりはですね無理なんじゃないかなと、なのでどこかで一つその好循環を作った方がいいんじゃないかなと思います。その好循環っていうのは、まずそんな難しい絵を描かないとか、難しいテーマを扱わないとか、自分ができそうなものを確実に、習得していくと。例えばアニメコースのですね選考課題にですね100枚アニメっていうのがあるんですよ。100枚書いてリピートみたいな、もう途方もない数でそれを動かすなんてもう無理ですよってね思うでしょ。
ということはこの100枚っていう課題は一枚一枚丁寧に書く課題なんじゃないんだなっていうふうに考えてほしいんですよ。で僕はですねこのぐらい気楽に書けばいいんですよみたいな話をですね、専攻のみんななんかちょっと悩んでる時にですねちょっと書いてちょっと共有したんですね。なんでそういうのなんか思いつくんですかみたいなね。なんでさらさらそんな適当にですねいっぱい書いていけるんですかって。それはね、ずっと前にそんなようなのをコマ送りしながら模写してたからですよって。人ってやったことないことってできないんですよ。僕学生時代に後にですね、キルラキルとかその後すごい大活躍する大監督になる人が若かりし頃にですね、作画してたオープニングをですね僕コマ送りしながら模写してたんですよ。シャーマンキングの、林原めぐみの歌ですよ、ね、サビの部分がね今井さんのカットっぽいんですよ。いかにもこうピカーッとカナダ光が光ってでぐるりってカメラがこれ、回転してみたいないうのをですねコマ送りしながら僕模写してたんですよ、ね、でその模写したやつがそのままですねなんか終作アニメみたいにして書いてたんですよっていうのを散々やってるのね学生時代だから。そんなのお手の物って言うと失礼ですけどその100枚アニメを描くなんてねわけないんですよ。結局ですね楽しく描くっていうステップを、その頃にですね散々やってて、でさらにその次に上手くなるっていう、ステップも散々やって、そして次にアニメーターになってお金を稼ぐっていうね、こともですね散々やってみたいなねっていう風にこうステップがあるんですよやっぱりね。なのでその無理にいきなりなんかすっ飛ばしてですね売れないかなとかって俺そこまで売ることに夢中になってなかったんですもんその学生の頃。だって売れねえだろうとこんな下手くそなもんって思っても自分でそのぐらいに思ってました。学生時代にですねその自主制作アニメとかやってて学生サークル内でですねその上映会っていうのがあるんですよ。その中で、流しててちょっと人気が出てきてでビデオが売れるようになってきました。これね売れても全然僕収入にならないんですよ。それサークルの売り上げなんで何のために俺は書いてんだから不思議ですね。今思えば自分の金で吸って自分の金で儲けてればよかったんだけどってな感じでいきなりなんかすぐ無理ですよね。で気づいたらなんか自分のそのなりたいものになんかねこう通過してるんですよ気がついたら。でそれになりたいなそう思ってる時はそれになんなくてむしろそれらしいものになった時って気づいたらなんかそれを割ともうどうでもいいものぐらいに感じてたりするんですよ。逆に言うとそれをどうでもいいと思えるぐらいに、なってないと多分それにすらなってない可能性があるですよね。だから不思議なもんで例えばアニメーターになりたいななんか、ある程度どんな作品でも参加できるようなアニメーターになりたいなって思ってる時はもうそういう人たちすげえみたいなもう神様じゃんあいつらみたいなねで自分の中で思い込んでるんですけど、いざ自分がそうある程度そのぐらいになってみるとなんかもうそれは割ともうだんだんどうでもよくなっていくみたいなねそういうのはありますよね。だからなんか一個一個階段を登るしかないんじゃないかなって気がしますよね。その山に例えてもいいのかな。なんか頂上からの眺めってすごいんだろうなと思ってずっと登ってたら頂上に登る途中もずっとそのね頂上の近くの景色見てるからいざ頂上に登った瞬間は別にどうでもいいんですよ。その頂上付近にあたりにいる時が一番感動したりするんですよ。うわ俺ようやくここまで来たかこういう眺めなんだっていうのがですね頂上の手前ぐらいで感じるんですよ。いざ登りきったらですねなんかもうこういうものあとは別の山登ろうっていうかあとは下るしかないなっていう風になるんですよね。不思議なんですよね。で今思えばですよ今過去の自分を肯定してあげるのであればレベルに合った練習を常に自分に加えることができたっていうのは結構大事なポイントなんじゃないかなと思いますね。過小にも課題にも評価せずに自分をね自分に今これが必要だなと思ってそれを自分にやらせるって感覚です。じゃあ今俺下手だからこれだったら多分真似しても多分見栄えするだろうなとかそういうなんか目算も立ってたと思いますね。ある程度エヴァンゲリオン歯で水族館のシーンを僕書いてたんですよ。なんか水族館だっけ違うな海洋生物研究所みたいなところに行くところがあるんですよねエヴァンゲリオン歯でそこでなんかシンジ君がその研究所の前になんか立ってて、弁当食うぐらいの前までのなんか一連のなんか洗浄されちゃうみたいなね入り口から洗浄のあたりまでなんか僕書いてるんですけどそこで髪の毛のなびきシーンっていうのがあって
その時に僕魔女の宅急便コマ送りしながら買ってましただからプロになってもアマチュアの時もうまいアニメをコマ送りしながら、いやそのまま使えないっすよ。キャラクターは違うしさね、そのまま使わないんだよ。ただコマ送りしてどういう風に動きって構築させていくんだろうっていうのをやっぱ参考にするんですよね。だから自分のレベルに合わせたことをするっていうのが大事で、じゃないとすぐ無理が来てペターンって倒れちゃうんですよ。いいけどゲームとかでさ、いやなんとか頑張ればクリアできるかできないかぐらいのギリギリのものがやっぱりいいじゃないですか、そのゲーム性として。これってね、人ってなんかそのどうしても賭けみたいなものが好きで、人ってねギリギリうまくいくぐらいのものがやっぱいいんですよ。だからまずは書いてみて楽しむってことの次は、これうまく書けるか書けないかなっていう、ギリギリうまく書けるかな、あうまくいったみたいなねっていうのを徐々に、レベルを上げていくっていうのかなってな感じで、当てずっぽうに適当になんか何の当てもなく何の賞賛もなく、行動しないのは重要かなと思います。だから今は、風呂敷を広げるターンで、次にそれを、深掘りするターンみたいな風に、深掘りと拡張っていうのを、繰り返すのが一番いいんじゃないかなと思うんですよ。スケーブで月3万ほど収入があります。月5万稼ぎたいですが、各スピードが遅いので単価上げたいです。単価1000円上げると途端に依頼が来ません。先生ならどう対処しますか？多分依頼主の数がまだ少ないんじゃないかなと思うんですよ。だいたい全てにおいて需要と供給でさ、値段って決まるじゃないですか。そういう意味ではまだそこまで需要を喚起できてない可能性があるよね。だからその需要をどうやって広げるかだと思うんですよ。だから超簡単に言うと、絵が上手くなるとかすごい当たり前の回答じゃないですか。すごいいっぱい練習しようねとかさ、君はアニメ主軸を受講すればもっと稼げるようになるよとかってさ、それがさ、なんか僕が言いそうなことじゃないですか。だけどそうじゃなくて、僕結構ねやっぱね今回、2023年の募集で良かったなと思ったのは、やっぱショート動画作ったんですよ。あれは結構ね大きかったんじゃないかなと思います。だから自分の絵の魅力を動画媒体に載せるっていうのはどうでしょうかね。声入んなくてもいいんですよ。でそうすると、希望者が増える可能性がある、ね、希望者が増えると値段を上げられるっていう風に、僕だったら考えるな。いや絵が上手くなるっていうのも一つのベクトルなんですよ。そういう意味ではみんなに知ってもらって、依頼人を増やすっていうのもまた別のベクトルなんですよね。絵が上手くなるっていうベクトルはなかなか時間がかかったりとか大変なんですけど、別のスキルをね、例えばその動画編集、今だったら iMovie とか使って、あとメイキング大体どうやったらそれできるっていうのももうありますからね。そういうのもね手だと思いますけどね。メイキング載せるの抵抗あります、手の内を見せたくない的な。あ、そうなんだ。いや別にメイキングじゃなくて、今までこんな作品を書いてますとか、こういうの作ってますみたいな、そういうのでもいいんじゃない？わかるんだけど、みんな微妙に違う球技やってるみたいな感じなんですよね。あっちはバスケットで活躍してる、こっちはサッカーやってて、あっちは野球だし、さらにあの人はゴルフやってんだよ。絵ってねそういう世界だと俺思うよ。だから参考になるようななんないような感じしません？その他の絵描きさんのそのマネタイズとかで全く同じ路線の人のやりようではなければ多分ほぼ参考にならないし、あと全く同じ、ジャンルの人でも、自分と好み違ったりするじゃないですか。だからやっぱ厳密に言うと違ったりするんだよね。難しくないですか？難しいよね。なのでやっぱ最終的には自分の球技っていうのかな、自分の絵描きジャンルっていうものをやっぱりこれやったら楽しいんだな、これやると好きなんだなっていうのを結局ある程度いろんなことをやって揺さぶりをかけてみて、自分にねこれ合う、これ合わない、これ合う、これ合わないっていうのをですねひたすら選んでいくしかないんじゃないの。だからさっき僕はですね、僕ショート動画面白かったらショート動画やってみたらっていうのは一つの案に過ぎなくて、やってみてつまんなかったらやめる、でやってみてよかったら、続ける、ただそれだけのことなんですよ。これでひたすらいろんなパターンを繰り返しやってみて、それでなんか自分はこれが合ってるらしいなって、でこれをやってる時が楽しくて割と周りも嬉しいらしいと
これは俺が嬉しいけど周り嬉しくないなとか、もうひたすらやるとですね、じゃあとりあえずこれやるしかねえかみたいなさ、そうやってですね、徐々に自分がやるべきことっていうのか、自分に合ってるものですね、自分がやって周りも嬉しいものってどれだろうっていうのをひたすらですね探すしかないんじゃないかなと思いますけどね。はい、そんなところで皆さんご視聴ありがとうございました。